こんにちは。リリラボ DIY 部アシスタントのリリーです。部長のガイさんが中古で買ったハイゼットカーゴ。走行音や雨音がとてもうるさいです。ということで、騒音対策をいろいろ試してみることにしました。この動画では第1弾として風切り音防止テープを設置した様子をまとめました。まずはスライドドアです。エーモンさんの商品を Amazon で購入しました。こちらは公式サイトの画像ですが、これを白黒印刷したものが同梱されていました。パッケージを開けると、このようにモールが入っていました。これでドア2枚分です。エッジ部分に押し込んではめるだけです。端まで来たら余りをカットします。カットした残りを助手席側の方にはめていきます。はい、終わり。外から見てもモールがあるのがわかりますね。ドアを開け閉めしたところ、引っかかる感じがしたのでシリコンスプレーを吹きました。引っかからなかった。運転席側の方にもシリコンスプレーを塗布します。スムーズですね。モールを貼った後はこんな風になっています。こちらがドア用のテープ。同じくエーモンさんのものです。公式サイトにはこんな説明書がありました。貼るので脱脂をしないといけません。おなじみシリコン。スライドドアに貼ってる人もいるけど、一応メーカーとしては非対応らしいので、とりあえず運転席と助手席に貼りましょう。で、このドア側のゴムが当たるところをこっち側に移し取りたいので、水性のペンで転写しましょうなんですが、水性のペンがないので、これでいけると。何色がわかりやすい。
こんな風に転写をトライしたのですが、このペンはインクがなくてあまり色がつかず、しかもウェザーストリップが当たるところがくぼんでいてわかるようになっていたので、結局転写は行いませんでした。テープを車体に貼っていきます。ドアヒンジ部分から貼っています。角部分は引っ張らず押し付けるように貼ります。どうやら押し込むだけのものをモール、貼り付けるものをテープと商品名を分けているようです。運転席側も同じように貼っていきます。テープを貼った後はこんな風になっています。リアハッチにもテープを貼ります。こちらもエーモンさんのものを購入しました。すべて概要欄にリンクを載せておきます。リアハッチもテープタイプなので最初に脱脂をします。ただ、この続きを見てもらうとわかるのですが、脱脂ポイントがずれていたので、最初に軽く転写するのが正解のようです。水性ペンでゴムをなぞってハッチ側に転写します。先ほどのペンはインクがなかったのでコンビニにペンを買いに行きました。あれや、足したところ思ったところと違うかった。もう一回だし。ということで脱脂やり直しとなりました。改めて転写します。それにしても地道な作業が続きますね。この作業だけで10分以上かかりました。OK、いいでしょう。やっと転写が終わったので開封して貼っていきます。転写したペンの跡に合わせて貼ります。ハッチ下部から貼っていきます。メーカーサイトにはこんな説明書が掲載されています。
一周貼り終わったら余った部分をカットします。はい。仕上がりはこんな風になりました。貼ってみた感想ですが、走行中の風切り音については低減効果が実感できました。時速50キロ以上で走っているときは分かりやすいと思います。ただし、走行中の騒音は風切り音よりもロードノイズやエンジン音の方が支配的なので、風切り音に注意して聞かないと分かりづらいかもしれません。特にハイゼットカーゴは運転席の真下にエンジンがあるのでエンジン音がうるさいですね。あと昨年まで乗っていたアルトワークスにも前のオーナーが風切り音防止テープを貼っていたので事前に分かっていたことですが、ドアを強めに閉めないとハンドアになりやすいです。特にリアハッチは実用上不便を感じるレベルで閉まりにくかったので上側のみカットしました。しかしガイさん、酔っている時にカットしたらなんと間違って本体側のウェザーストリップを切ってしまいました。買い直したら結構な額がかかったので皆様はご注意ください。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。